こんにちは。もうすぐお正月ですね。皆さんは大掃除、やりましたか？例年であれば、大掃除って、めんどくさいイベントなんですが、今年は違います。サンタさんからこれ、もらったからです。ということで今回は、ダイソンについて、紹介していきたいと思います。ダイソンを開封していきます。モデルは V10 という旧型です。蓋を開けるとこんな感じで、取扱説明書、パイプ、本体、収納用ブラケット、隙間ノズルとコンビネーションノズル、ミニソフトブラシ、ソフトローラークリーナーヘッド、バッテリー充電器、ミニモーターヘッドでした。早速電源を入れてみました。いい音してますね。ミニなら、うるさくありません。溜まったゴミの捨て方は、こんな感じです。プレゼントはもう一つ、ありました。ダイソン用のスタンドです。サクッと組み立てました。ダイソン用なだけあって、部品がきっちり収まります。なかなかかっこいいですね。早速使用してみます。ダイソンで何をしたかったかというと、ベッドの掃除がしたかったんです。枕も掃除しときます。結果、こうなりました。たくさん取れました。世界一の吸引力は、伊達じゃないですね。ここで悪い考えが、浮かんでしまいました。ダイソンで CPU クーラー冷やしたら、世界一なんじゃね。ということで、世界一を目指して、ダイソンを CPU クーラーに取り付けていきます。と、その前に比較用のデータが必要ですね。クリスマスツリー PC の解体が終わったので、5連装ファンで比較用のデータを取っておきます。画像は CPU-Z で負荷をかけて、10分後の CPU 温度です。ファンの回転数は 1000rpm、室温は18度でした。ファンの回転数が低いから、でしょうか。CPU の温度は、A300 に付属のファンと同程度でした。このままでは、ダイソンの圧勝になってしまうので、5連装ファンのフルスピードも、テストしてみました。テスト条件は先ほどと同じで、ファンの回転数だけ、1900rpm になっています。結果はこちら。ファンの回転数が上がったことで、CPU の温度が約8度低下しました。ただこれって、来前後のリテールファンと、同程度の温度なんですよね。ファンを5連装としているので、
5倍の冷却性能を期待していたのですが、そう単純ではなかったようです。ダイソンを CPU クーラーに取り付けていきます。用意したのは、コーラのペットボトル。ライゼンのリテールクーラーと、径がほぼ同じです。長さが適当なところで、真っ二つにします。カッターは気をつけて使用ください。真っ二つです。ライゼンのクーラーは、ファン取り付け用のボスが出っ張っているので、避けるようにペットボトルに切り込みを入れます。ぴったりはまりました。次は、ダイソンとの接続準備です。ペットボトルの口にスポンジテープを貼ります。できました。ぴったりで、スコスコです。仕上がりはこんな感じです。綺麗にできました。ダイソーン。ファイルだー。オーン。と、心の中で叫びながらやりました。スタンドの高さもバッチリでしたね。あと、これ買っときました。ダイソンはスイッチをしてる時しか稼働しないんで、10分間指を離せないのはきつかったからです。準備ができたので、スイッチ、オン。BIOS が起動しません。壊したかな、と思ったんですが、ファンがついていなかったからのようです。気を取り直して、スイッチ、オン。今度はちゃんと起動できました。ダイソンのスイッチはオフなので、クーラーは冷却されていませんが、負荷をかけなければ、CPU の温度は30度程度で、問題ないようです。負荷をかけると、CPU の温度は96度まで上昇し、サーマルスロットリングが働きます。ダイソンの出番がやってきたようです。イグニッション。CPU の温度が一瞬下がったことで、サーマルスロットリングが解消されたようです。CPU の温度がゆっくり下がってきました。5分ほど経過し、CPU の温度がサチュレートしたようです。61度までしか下がりませんでした。ダイソンには秘密兵器がありましたね。スクランブルブースト、オーン。うるさいのでカット。1分ほど経過し、CPU の温度は57度まで下がりました。これ以上はご近所迷惑なので、中止です。延長していたら、もう少し下がったかもしれませんが、迷惑かけちゃダメですよね。ということで、結果はこうなりました。
最も温度が下がったのは、ダイソンのマックスでしたが、騒音がひどすぎて、実用的ではありませんでした。時点で、この3つは同じぐらいの温度になりますが、音は、来前後のリテールファンが格段に静かです。世界一はダイソンだが、最強はリテールファン。つまり、ダイソンは勝負に勝って、試合に負けました。お後がよろしいようなので、今回はこの辺で。ダイソン推しのご視聴者様は、グッドボタンをお願いします。ご視聴、ありがとうございました。